んにちは。 Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は7月に Xbox で発売される最新の期待作とゲームパスに追加されるのが決定しているタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。フロントミッションザ・ファーストリメイク、6月30日発売、定価3990円です。発売は6月ですが突如発表されたので7月の枠としてご紹介させていただきます。1995年にスクエアから発売されたスーパーファミコンソフトフロントミッションの HD リメイク版で昨年スイッチ専用タイトルとしてリリースされましたが、新たに Xbox でも発売が決まりました。本作はバンツァーと呼ばれる巨大な歩行兵器を操り自軍を勝利へと導くシミュレーション RPG。 原作のプレイ感そのままのクラシックモードとカメラや戦略マップの改善、アレンジ BGM などを搭載したモダンモードが選べる作りとなっています。スイッチの方ではすでにフロントミッションセカンド、サードのリメイクの発売も決定しているので今後の続編の Xbox 版にも期待が高まりますね。エドゼロゾンビアップライジング、7月13日発売、定価3960円です。 D3 パブリッシャーから発売される新作国産ゲーム。江戸時代の日本を舞台に100万のゾンビの大軍が迫り来る。侍、力士や忍者といったキャラクターを使って同じく和をモチーフにしたゾンビをなぎ倒していく大江戸パニックローグライクゲーム。マップは自動生成でアイテムや敵の配置などその量も全てランダムとなり、さらにステージを進むたびにランダムの幅も広がっていくため毎回新鮮な気持ちでやりごたえのあるダンジョンに挑戦することができるとのことです。難易度は高めの調整となっていて何度も潜り様々な秘伝技やお守り、アイテムの組み方で自分なりのゲーム攻略やビルドメイキングを楽しめる作りになっています。日本語音声にも対応しています。レムナント2、7月26日発売、定価5850円です。オンライン協力プレイが可能なソウルライクなアクション TPS ゲーム。前作であるレムナントフロムジアッシュは Xbox 版 PC 版ともに日本語には未対応でした。今回2は PC の方で日本語対応が決まっているので Xbox 版も対応するかな。するといいな。本作は1人もしくは最大3人でプレイが可能で激しく強力な敵たちとの戦闘を銃による遠距離または近接攻撃で楽しむことができます。銃による TPS 戦闘ができるソウルライクゲームって珍しくてすごくいい組み合わせですよね。前作と比べてランダム要素が増していて周回ごとにステージや敵、ボスなどが異なり新鮮に遊ぶことができるように作られているとのことです。そしてここからはゲームパスに追加されることが決定しているタイトルをご紹介します。アーケードパラダイス、7月3日からゲームパスに対応します。1990年代を舞台に家族経営のコインランドリーをワクワクするゲームセンターに変貌させてお金を稼いでいくシミュレーションゲーム。本作ではゲームセンターに設置することができる35種の筐体を実際に遊ぶことが可能となっていてミスタードリラーのようなゲームやパズルゲーム、ゴルフゲームやダンレボっぽいものなどむしろこちらの方がメインなのではと思えるくらいに凝ったレトロな雰囲気たっぷりなアーケードゲームを楽しむことができます。天剣奇境伝守り合い、7月6日からゲームパスに対応します。昨年11月に発売された4人の主人公たちが冒険を繰り広げる壮大なアクション RPG。1995年から続くシリーズの7作目にして最新作であり、日本では1999年にセガサターンで1作目がリリースされています。人と神、そして魔族が共存する中華風のファンタジー世界でオーソドックスであり正統派な 3D アクションバトルを楽しみながらストーリーを進めていくことができます。
エグザプライマル7月14日発売日初日からゲームパスに対応します。カプコンの最新作が Day1 でゲームパスに登場です。本作は2040年の世界を舞台にしたチーム対戦型マッシブアクションゲームです。5人ワンチームとしてキャラ固有の能力を駆使して恐竜たちとの激しい戦いを楽しめます。本作の特徴は PVE でもあるけど PVP でもあるという点で、恐竜との戦闘によって撃破した数などを他のチームと競い合う対人要素が含まれています。時には相手プレイヤーを直接攻撃し戦ったり、また時には10人全員で協力したりといったプレイルールによって変化するミッションを楽しむことが可能です。こういったチーム戦ゲームはゲームパスに対応しているとフレンドさんをお誘いしやすくなるのがいいところですよね。テクトニカ7月18日発売日初日からゲームパスに対応します。神秘的な地底世界で最大4人協力プレイが楽しめる一人称視点の工場建設ゲームです。作業分担して話しながらまったり遊ぶのに最適なゲームな感じがしますね。ザ・ワンダリング・ビレッジ7月20日発売日初日からゲームパスに対応します。さまよう巨大生物の背中の上に街を作っていくシミュレーションゲーム。この世界で生き延びていくために限られたスペースをうまく活用し村を機能させて気候や周辺環境の変化に適していきます。ベンバ7月31日発売日初日からゲームパスに対応します。カナダに移住してきたインド人の母親としてインドの伝統的な料理を作って食卓を囲み家族との交流を楽しむことができるクッキングゲーム。物語性を重視していて家族との会話の中で様々な困難を乗り越えていく内容となっているとのことです。ということで今回は Xbox で7月に発売となる最新作と追加されるゲームパスタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報をまとめていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。